した車の中で一番サス合成が高いんじゃないかな。じゃあ2本目開始します。大体大学で実験するときも3回測っていいゲージとかみたいな。大体3回とか。これがセオリーですね。そうすればシグマが分かってる。データの構成とか。した状況でなんか傾向ってどんな感じですかね。今3本目終わったので、これから議論ただね、今の基準の状態でトータルリフトがマイナスにいってるので、空力的にはすごく優れている。ゼロ戻りもはっきりしてるので、やっぱりサスペンションは硬いから安定してるうちにデータが風を受けてジオメトリーが変わっちゃうっていうのは結構あるんですが、その影響が少ないので、結構綺麗なデータを見ると思います。まずなんですけど、基準の状態でリフトコースがマイナスにいってるので、ほとんどゼロリフトになった的にはすごい優れている。で、リアウィングつけてる車両の宿命、リアの方のリフトが抑えられて、フロントが思想効果でちょっと上がるかもろですね。で、ただ上がってるって言っても、ほとんどもう前後水平の状態で、リアがちょこっとだけ沈み込んで、トータルで考えると、地面に押し付ける力の方が圧倒的に強い。圧倒的に強いというか、ほとんどゼロリフトですね。ここから、パーツを付け替えて、LYD でもそうですし、トラックがどういう遷移をして、またリフトバランスとかトータルリフトがどう遷移していくかというのを見たいというようなところになってきます。ありがとうございます。でもね、この規模の装置で、しかもこれ平均化して、4輪全部の平均値なんで、もうほとんどゼロリフトで、どっちかというとマイナス寄りのゼロリフトで、いう感じですね。非常に優れている。多分車体の形からもう空力を稼いでいるという考えられると思います。今 CFD もあるから厳密にはここまでやる必要ないのかもしれないけど、やっぱり実装で、やればやるほどリアルなデータも取りますしね。それが合ってるかどうかすらも分かんなくて、なんかデザインのために作ってるっていう印象を僕はすごくして、どうだとかしたいなっていうのがあるんですね。じゃあ展開します。
作ったものがこうやってパッと結果が出てくると嬉しいですね。狙った通りの効果が現れてるっていう。今これまで流してる風速は全部一定でしたっけ？はい、一定狙いで、15.6メーターマイル狙いですね。まあ微妙に前後はあるんですが、まあそれは結果出すときに標準帯域と標準風速に補正するので、コンマ1桁オーダーだったら全然合わせられます。まあ一応この風洞時速60キロぐらいが風速なんですが、CDCL は求められて、そこから外装線引いて時速180キロぐらいまで再現できると思います。時速180キロぐらいだったら健康風洞と同等の性能があるというのはもう確認されているので、確かうちのパンフレットもどれかに載ってたはずですね。めちゃくちゃ綺麗に合ってる。すごいな。一桁オーダーで合ってる。一番でかくても 0.4 ミリしかこんなことあるんだ。ガチに足が重ねさせられた。